ウクライナ戦争は実は冷戦の延長線上なのではないか。最後まで見ていただければ、ロシアと西側がなぜここまで激しく対立しているのか、その歴史がわかります。ぜひ最後までご覧ください。ウクライナ戦争は2022年に始まりましたが、その背景は単なる国境紛争ではありません。実は第二次世界大戦後から続く米ソ冷戦の構図と深く変わっています。つまり民主主義の西側とロシアという対立軸は70年以上続いているのです。冷戦時代からの構図。冷戦時代、ソ連は東ヨーロッパを支配し、NATO と激しく対立しました。1991年にソ連が崩壊し、冷戦は終わったと思われましたが、実際にはロシアにとって NATO の拡大が西側から迫ってくる脅威となりました。特にウクライナは地政学的にも要衝であり、モスクワからわずか数百キロメートル、歴史的にロシア帝国の中核でもあった場所です。冷戦後も続く対立。2004年のオレンジ革命でウクライナが西側寄りになると、ロシアは強い警戒心を示しました。2014年にはクリミアを併合し、実質的に冷戦の対立が再燃。つまり冷戦は終わったのではなく、形を変えて続いていると言えるのです。ウクライナ戦争は、その長年の不信と対立が爆発した結果とも言えます。現代とつながる視点。現在も西側対ロシアという構図は変わりません。ウクライナ支援に踏み切る欧米と、それに反発するロシア。背景には、冷戦以来の安全保障のジレンマが存在しています。その歴史を理解することが、ウクライナ戦争を読み解く鍵になります。ウクライナ戦争は、冷戦の延長線上にあり、ロシアと西側の対立の歴史的に積み重なった不信と地政学の問題から始まったと言えるでしょう。近代史を知ると、現代が見えてくる。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。